デコポンが待ってたんで。甘すぎない食べやすいクリームに仕上がって、フルーツが引き立つようになった。クリームがめっちゃ美味しいです。うまっ。今まで食べたやつ一番美味しい。ありがとうございます。300個ぐらいですかね。もともともう前日には切ってあって、フルーツも切ってあるんですよね。今日3人来ますね。みんな主婦なんで、おしゃべりも好きだし、おしゃれも好きだし。じゃあ楽しく。そうなんです。いつも楽しく。いつも通りでいいですよね。全然いい。全然いつも通りです。誰クリームする？エゴさん。じゃあエゴさんします。はい。変色するからバナナだけは当日に切ってます。茶色くなる。あと桃も今から始まるけど、桃はバナナよりも変色が早くて、みんなもうこの時期ヒーヒー言いながら早く早く。多い時だと何個作るんですか？多い時1000個とか。そんなに？もう来月それが待ってます。1000個が待ってます。だってほらこの日みんなフル出勤やったやん。もうシフトも作ってフルで。
までデコポンが待ってたんで。パイナップルもある。本当ですよね。でもなんか大丈夫そうな。そうなんですね。意外。意外だ。桃はどこ県産とか決まってるんですか？決まってはないんですけど、愛知県の大和スーパーさんから仕入れ取って、そこの人が実際に市場で食べて仕入れ取るから、もう絶対的な信頼があって、これはプロに任せれます。ピークになってきたら、はいめっちゃ降るんですよ、桃さんが。そしたら多分桃の皮剥くだけで終わる人が一日がですか？おったよね、確か。おらんだっけおったよね。桃の皮職人が。桃の皮しか剥いてないって。出してほしいです。洗います。端っこ切ってしまった。一応すみません、ここ足してもらっていいですか？はい。はい。とかいいな。うん、いいんですよ。状況次第で。クリームってこだわってるところって何かあるんですか？なんかクリームってなんか甘いイメージがあるから、最初すごい甘く作っとったけど、ショートケーキぐらい甘い方がいいんじゃないかってやったけど、やっぱ甘すぎてなんかフルーツの味が全然感じられないみたいな。クリームの甘さが勝ってしまっとったから、それを和らげるためにマスカルポーネを入れたら甘すぎない食べやすいクリームに仕上がって、フルーツが引き立つようになった。なんか年に、5倍。
皆さん何きっかけでここで働き始めたんですか？お、行きましょう。ハンバーグです。だったんですね。え、なに？ハンバーグかな。そういうのじゃなくてさ、そういうのじゃなくてさ、そういうのじゃなくて、働きに。もっとあるやろ。私なんかお菓子作り好きなんですけど、なんかやっぱりそういうお菓子とかそういうフルーツとかなんかそういうお菓子系のなんか仕事に就きたいなと思ってて、はい。でたまたま探してる時にここ見つけて応募させていただいた感じですかね。そうだったんですか。みんな子供いるので、うん例えば体調不良とかの時も、はいお互い様みたいな感じで助け合えるのもいいかなって。確かに。皆さん楽しく和気あいあいと。そう、仲いいです。やっぱり。公園でやっぱ遊ばせないと。最初なんかもう感覚で、あ、このぐらいこのぐらいって感じでこの濃度決まっとったり、それは良くないってなってちゃんと測って毎回均等に作れるようにして、オレオ最初これ挟んでなくて、もっとオレオパンが欲しいなーってなって行き着いたのはこれ挟むやつなんですけど、挟んだら挟んだでこのようにパンをそのまま乗せるとクッキーって乾燥してるじゃないですか。その部分パンも硬くなってしまうから、この上に栗もちょん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 って乗せていくんです。試行錯誤の上。そう、これ本当にそうなんです。だからもううちだけうちだけ。味が出とる。可愛くなった。ちゃんと断面に置けてれば綺麗に出ます。なんかございますか。たまにおらんがですよ。なんでって。せっかく置いたのに。そう、消えたって。ロゴマークのこれ？はみかんのヘタ、まあ、フルーツのヘタっていうか、い。イメージしたデザイン。そうですね。いろんな意味が込められてます。他にはどんな意味が込められてる？名前がシュシュだから、はい。髪の毛のシュシュもあるし、これ自体がお腹いっぱいになってこう寝っ転がってる、ワーンってなったりした。これを作ってくださった方がそう言ってました。すごいいいねそれって。いいですね。はい種類。あ、父だった。これはオーダーかなんかなの？これ今季初のアメリカンチェリーを
入手したので、ちょっとだけでもチェリータルトをやりたいなと思って本当に少しだけ作ろうかなと。うん。めっちゃ美味しそう。新鮮。溶かすだけの。まだだ。今日も密着2日目よろしくお願いします。そうですね。なんとかなんとか間に合いそうですか。見えそう。今もう7週か8週ぐらい、毎週土曜日に注文してくださる方がいて、すごい。そうだからこれって10回目になんかプレゼントこっそり入れといた方がいいかなって思ってる今。本当はなんか7回目あたりこれ入れとこうかなってちょっと入れたんですけど、いや、なんか7回目ってすごい微妙だし、10回行ったら入れとこうかなってこっそりおまけを。こっそりでも常連さん嬉しいですね。そういう楽しみが実はありますよっていう。でも10回も注文した人じゃないと味わえない味わえない幻のおまけが。そうそうそうよし。でも今日雨は降らなくてよかったです。なんかまだ降ってる。雨で中止になったことがあって、作もう準備したのにったのに。そう、うちのやつはもう日期限が短いから、いやそんな
次の日に持ち越しとか言ってもイベント用に作っとるから結構あるしってどうしようどうしようってなって、はい、インスタで中止になりましたこんだけいっぱいあるからまとめて何個で売りますってやったらすごいお客さん来て、もっとショーケースいっぱいに入ってたんですけど、それも裏の在庫分もほぼ売れて、すごいでもお客さんもなんか大変だったねみたいな言ってくれたりして、本当にありがとうございますってお客さん。丸々フルーツが入っとってその迫力がすごいってなって、これをやってみたいって試作始め、でもやるにしても何もわからんし会社の社長さん相談したら場所が空くからここでやってみたらいいよって言ってくれて、そこからが始まり。みんなして手伝ってもらってめっちゃ試作して、めっちゃパン食べてもう市場にも行ったり、大和スーパーさんに行かせてくださいって言って見させてもらって、でいろいろ改善しながらやっと販売って感じです。なんか最初は本当に店長としてさせてもらっていた。そこから独立して。そうです。もともとそこの社長さんにもいずれ独立はしますっていうふうには言ってて、当時やっぱフルーツサンドは珍しいし、コロナっていうのもあってテイクアウトできる移動販売っていうのが多分すごくハマって、最初はすごいバーンって、あれは一人では絶対にできなかった。なんかすごい感謝。富山県のもう端から端までツアーしますみたいな感じで、すごい。あの頃こそ結構ヒーヒー言ってました。今だいぶ一人でできるようになって落ち着いて、ここかな。ここですかね。だけどどうやって入るんやろ。旗にしようか、こういう横断幕みたいな。幕にしようか。でも雨降るから旗の方がいいかな。
写真撮ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。キックオフのお時間となります。9回目、すごい嬉しいですね。次何入れてあげるか考えとこう。来週だな。リバウンド、もう一度、タロー、カモン、グッショー、タロー。グッショー、ナンバー50、アイアム、グッショー。ちょっとちょー。ありがとう。さあ、そしてエリア行きました。次の欧州。で桃が3つ。もう3つで。もう3つ。はい。そして今日は桃買おうと思って。一番美味しそうだから。一番美味しそうだから。30円買い。はい。大好きだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。さあ、チームタロー決勝進出を決めたところで、続いては準決勝第2戦チーム天のスタートでした。うまっ。今まで食べたやつ一番美味しい。勝った方が決勝進出。何もおるやん。この試合終了後、決勝の前5分まで試合最高に美味しいです。さあ、準決勝第2試合スタート。キャミーです。ありがとうございます。はい。さあ、タロー復帰。ボール。さあ、フッショー。ありがとうございます。3対3。クリームがめっちゃ美味しいです。最後って聞いてたんですけど、すごいクリームと酸味が、いちごの酸味がすごいちょうどいい感じです。パンがもちもちで、なんかいちごもすごいジューシーで美味しいです。4対4、そこもあって皆さん盛り上がってまいりましょう。差し入れ。今日うちの盛り上がり。あと県外行ったりもしてます。大きいイベントとか。県外。そうですね。例えばサンドームでやってるクリエイターズランドっていうオリジナルの商品を出せるところですごいめちゃくちゃ店舗来るんですけど、ここに来月にするとか、上越とか金沢とか行ってます。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。サンドイッチいける。ありがとうございます。サンドイッチいける。サンドイッチ。ありがとうございます。ありがとうございます。サンドイッチ買います。メロン。はい。メロンで。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃないから楽しかった。あ、本当ですか？よかったです。本当に。私も楽しかったです。よかったです。一日フルーツサンド屋さん体験。レジまでしてもらって。